見事に体現しているにゃんこです。絶好調。今日のにゃんちゃねは40代女性なおさんが受けてくれました。なおさんは4歳の男の子のママさんでもあり、現在ライトワーカー講座受講中です。元鍼灸師で最近ヒーラーとして生きるという決意をしたそうですが、ヒーラーとしてどのように生きていったらいいのかという質問をされました。さて、どんな映像が出てくるのでしょうか。そしてヒーリングの本当の目的とは一体何だったのでしょうか。それではどうぞ。私過去に鍼灸師をやってたことがあって、もともとその鍼灸をね、10年前にやってた時から毎日歩いてるのは知らなかったんですけど、お体で連絡を見て、当たり前にその方の魂とお話をしたりとか、お腹の中の方に会話をしたりとか、なんでこの病気起こってるよみたいなこととかっていうのはごく当たり前なことだったんです。スピリチュアルっていう文字を知る前からね。なんだけど、私は家庭を持つんだっていう、突然ボーンってそういう感情が出てきて、そのためにはもう鍼灸ができないって思って、やめたんですよ。断腸の思いで。それがもう10年ちょっと前なんですけど、で、結婚をして、子供さんがあって、っていう、で、やっていって、今年の2月に突然ビジョンがバーって降りてきて、体幹はエンパスなので、痛みも全部来るんです。そうすると、ちょっとやっぱり家庭の方に、影響が出るっていう私の思い込みがあって、治療してる時の自分って、ほんと空っぽになって、筒みたいになって、すごい気持ちいいというか、天から光が流れていて、その方を循環してっていう、自分が無になってっていうのがすごく気持ちいいっていうのを体感をしてるけど、鍼灸っていう枠がもう自分の中ではもう狭くなっちゃって、楽とかツボっていうだけじゃなくて、もう全部ひっくるめた、宇宙のものも全部でひっくるめた感覚でやりたいなっていう思いはあって、今年の4月に全然やったことがなかったんですけど、遠隔で脈見えるなと思ったら本当に見えて、じゃあちょっとお試しでと思って、Zoom で、5人かな募って、無料で脈を見て、その方に一言アドバイスで、セルフケアができるような一言アドバイスをするっていう会をしたんですね。そしたら翌日にミカさんにつながってって言われて、楽しいからすいませんって連絡をして、ライトワーカー講座とか何も知らなくて、それで話をしてたら、ライトワーカー講座を受けさせてくださいみたいな感じで涙を流す私が言ってて、私は始まる前から先生を思い出したりとか、いろいろしだして、前世でももうほんとヒーラーとか治療家をずっとやってきてた。自分でも記憶があるんですけど、治療家をしてたがゆえに家族と死に別れちゃったみたいな。自分を置いて、自己理性ですね。自分を置いてやってきちゃったっていう部分があったので、今世はもうそれをやりたくないと思って、で、もうどっぷり家族と向き合わさせてもらって、その間にずっとハイヤーからもいろいろメッセージとかビジョンとか見せてもらってて、セッションするしていいよとかって言われてたりもしたんですけど、やりたくないって断ってたんですけど、なんか自然に接触始まっちゃったりとかね、すごく体調が悪い人とかにヒーリングをやったりってことはちょっとこの間にちょこちょこあって、そういう流れなんだろうなとは思ってたんですけど、ついこの間ちょっとあるセッションがあった時に、ヒーラーとして自分の持つサイキックな能力を生かして活動しますっていうことを決めたばっかりなんです。とにかく光を増やしたいっていう、気づいた人から動いてほしいっていう思いがやっぱりあって、ちょっとやろうかな。ヒーラーがやりたいことなんですね。直したいわけじゃないんでしょ。自分で立てる人をサポートしたいって感じで、前は治療家の時って痛みを取ることとか病気を治すことが目的だったん
んですけど、今はビジョンとか見せられると、魂がなんでこの病気を起こしたのかっていうことを本人に自覚してもらって、自分でセルフケアをしてもらいたいなっていうふうに思ってるんですね。だから、何でもセッションで、そうなんだ、そうなんだっては、その人がいつまったっても自立した光になれないじゃない。そこじゃなくって、病気っていうのは魂からのメッセージでしかありえないので、ほとんどがね、そうなんです。なので、そこを私が仲介としてお伝えをしてやったりとか、あと体の癖がいっぱいあったりとかして、今ちょうど3次元と5次元とこう、いろいろバランスが崩れる時で、何に来るかって体に来るんですね。みんな体に不調だからって言って、自分を責めたりとか、落ちたりとかするけど、そこじゃないんだよってことがいっぱいメッセージ来るので、魂の乗り物である体をどれだけ自分のものとしてケアできるかっていう、その意識を持てるかっていうのはすごく重要だと思ってるので、そういう気づきだったりとかを促せる立場になりたいかなと思ってますね。すごい苦しんでる人とか見ても、なんて美しい学びをしてるんだろうってキラ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 してるんですよ。魂はそれに気づいてほしいから。みんな家族、みんな仲間っていうのが私の中のキーワードなんですけど、今のリアルな家族だけじゃなくって自分のベースがあって今の家族があって、その上にもっと大きな家族っていうのを本当に作っていくっていうのが私の今世の目標だなっていうふうに思っているので、活動するよーっていうのは決めたんだけど、いろいろビジョンは降りてきてるけど、具体的にどういうふうにするかとかはまだ全然決まってない状態。ヒーラーとしてどのように生きていったらいいか、ヒーリングを具体的にどうするか。はい、お願いします。私は下から見てるんですけど、なおさんのこと。なおさん立ってて、今夜空が広がってて、星が満天の星空で、なおさんがその星空を見ながら、わーって言ってます。すごい気持ちいいみたい。包まれてるみたいな感じですね。宇宙に。でもなおさんがこう手広げながら、わーってやってます。涙流してますね。愛を感じてるみたい。宇宙の母なる宇宙のみたいな感じ、愛されてるっていうのがちゃんと分かってるし、本当に無償の愛じゃないですか。これこそ宇宙からの愛っていうのは、それはみんな愛されてる。それはもちろんなおさんだけじゃなくて、生きるものすべてがこの宇宙に包まれてて、本当の意味で愛されてる。親からないとか、人間感ないって、やっぱり人間って成長途中の人やから、エゴとかが入っちゃったりするんですけど、それがね、生並みなんですけど、この宇宙の愛っていうのは、真の愛というか、本物の愛、それを、ご存知なので、本当に私は愛されてるんだな。っていうのを天を仰いでこうお祈りしてみたいな、こんな感じ。手をこうぎゅーっと両方握ってぎゅーっとして愛されてるんだって言って泣いてますね。嬉しい涙みたいな感じですかね。その体が横になって浮いてるような状態になってます今。手は自分の胸の前にありますね。でももう泣いてないです。無ですね。なんか無に近い感じ。浮いててこう寝そべってたんですけど、浮いてるから背中の下の方にもまだ空間があるんです。その空間のところに地球があるみたい。地球が見えてるんじゃなくて、街並みが見えてます。ビルとか家とかみたいな普通の街が背中のこの下の空間のところに見えてて、皆さんそれ分かってます。背中の下に街があるなっていうのが気づいたから起き上がって上からでかいを見下ろすみたいな感じですね。別に悪い意味じゃないです。ただ見下ろしてるだけなんで。で、街が車のクラクションの音とか車が走ってる音とか人が話す声とか生活音ですかね。雑多な生活音みたいなのが聞こえてきます。そこを見て、なおさんが手をね、こう、青のとこに置いて、片手を、って思ってる。すごい対比がある。
さっきまでのこの無に近い状態とか、さっきの宇宙を前にして、ただ愛されてる、みんな愛されてる、本当は。っていう、すごく、こう、健やかな、心穏やかな感じとは、反対みたいな感じの世界を今上から見下ろしてるので、あーって思ってるかな。でも、すべてのことが学び、ここでは。それも分かってます。いろんなことがある、この世界にも。例えば、交通事故で死ぬ人がいるかもしれへんし、大きな病気する人もいるかもしれへんし、人間関係、ああ言われた、こう言われたとか、自分のこと優先できないとか、この世界でよくあるような問題です。でも、一つ一つがその人にとっても学び、その人の問題とか試練がその人の目の前にあるっていうのは、この人がやるべきだからその人の目の前にある。それがちゃんと仕組まれてる世界。だから、上から見てて、パッと見すっごい雑多なんですけど、なおさん的には、そうって、これが学びだから、それでいいんだなって。愛を持ってこの世界を見てますね。悲観はしてないっていうか。で、今、なおさんが急に白い服着出してね、背中に羽が生えて、その羽で飛べるから、その雑多な世界の上をピューって飛んでます、今。可愛らしい。で、この上に形を遠くを見るようなジェスチャーでいろんなとこ見渡しています。飛ぶのもすごい気持ちいい。なおさん自体の心はとても健やかです。で、バーって飛んでいくとね、海の方に出たんですよね。海の上をバーっと飛んでるんですけど、海の中に何か見つけた。何かこう、キラッと光るものがあったみたいな。で、それを気になったから拾いに行ったみたいです。で、水の中に手を入れるんですよね。深いはずやのに、でもなんか取れるんです。で、そうやって取ったのが宝箱みたいなやつでこうパカって開けれる。蓋が丸くなってて、トレジャーハンドでよくあるような箱を見つけましたね。で、それをパカッと開けます。そうすると、中に家族が入ってるみたい。自分のっていう意味やと思うと。家族が団らんしてるんですけど、その箱の中でね。でそれを上から見てるみたいな感じ。中には、なおさんがいますね。なおさんがいるの。なおさんがすっごい楽しそうに喋ってます。宝箱の中では。今ご飯食べてるんですけど、何が面白いのかわからないです。言いながら、めっちゃ楽しそうに喋ってますね。喋って食べてみたいな。で、息子さんが横にいらっしゃって、またお母さん笑ってるわ、みたいな感じで見てるかな。で、旦那さんも、やっぱり楽しい人が横にいたら楽しいわけやし、いつもの楽しい食卓みたいな感じかな。お母さんがめっちゃ楽しいから、その楽しさが伝染するみたいな。周りの人に、周りの家族ですけど、今見てるのは。だから、その笑ってること自体が、旦那さんが楽しいと別に思ってはないですけど、あまりにも旦那さん楽しそうにしてるもんやから、こっちまでつられて笑うみたいな感じかな、今は。おかしいって言って、食べ終わったみたいで、お皿を直しに行って。今、鼻歌歌いながら、不機嫌な感じでお皿を洗ってますね。なんかの本読んだり、なんかぼーっとして空想したり、空見たり、いただいてます。もう認知いただいてたかわからないけど、何かをこう祝福してるみたい。身近な人が学んだとき、あ、これってこうやったんやなって。学んだときの瞬間を見たときに手叩いてます。縁がある方とか知り合いなので、その方たちが、あーって気づく瞬間、みたいなじゃないですか。気づいた瞬間が分かったから、あー、よかったねって言って手叩いてます。すごい嬉しい、その時は。嬉しいですよね。嬉しい。で、これが、みんなやりたいことやし。でも、今、なおさんが、こうね、膝を抱えて、こうやってゆら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 してるんですよね。自分のやりたいこと。自分もここに来てるわけだから、自分にだって、もちろん学びがある。その
隣の人がね、先気づいたみたいに、私も何かに気づいていく、生きるっていうことをしながら、その中で自分もまだ足りていない学びをしていくっていうことが、きっとあるはず。みんなそうやから。自分もあるはずやんなって思って、膝を抱えてこう、ブラブラしてますね。それって一体何なのかなーって妄想するような感じで。その中に、なんかね、人が出てて、それに対して何かしてるっていうのを、なんか白衣みたいなの着て、白衣っていうか、白い着てね、やってるのが、こう、ファンファンファンって、こう今妄想みたいにしてるんですけどね。その中にそういう映像が入ってます。なるほどなーって。もう一つさっき言ってたヒーリング。それは、人の体触ってないんですけど、魔法みたいにこうやって、こうやって手をふーってやって、その先からなんか出てるみたいな感じで、人をこう、治療するみたいな感じかな。っていうのも、パンパンパンって言って、こう、妄想の世界で、もう一個、窓が出てくるみたいな感じで、出てきてます。それもいいよなーって。もう一つ気になる、もう一つね。気になるのは、家族ですね。また、ファンファンファンで出てきて、この家族。先の感じですかね。楽しそうにみんなしてるんですよね。自分の家族がいるってこと。それもすごい大事。だって、それってすごくキラキラしてるから。一緒にご飯食べてきて笑いながらも楽しいじゃないですか。もう本当にその場面がキラキラしてるんですよ。それってなんていうの？生きる喜び、優しく食べて笑って家族でこのキラキラした時間をこう共有する。同じ空気を感じる。同じものを食べてね。っていうのがすごくこう生きてるっていう感じがする。だからその苦しいものを乗り越えるのももちろん大事ですよ。大事やけども、こういうキラキラした本当に心からは楽しいなって安心して楽しいなって思う空気を家族一緒で共有するっていうのもその一つの体験、一つの学び、それをすごく体感しながらやってるから、だからこれも楽しいなっていうのをパン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 って言って、その窓も出てきてます。で、もう一つ出てきてます。その窓は何があるかっていうと、苦しそうな人が出てくるかな。それは一人とかじゃなくって、こう漠然としてるんですけど、上から街並み見たみたいな感じで、街には、すごい多分たくさんの試練に向かい合ってる人っていうのがいると思うんですよ。なおさんは分かってるから、本当は苦しみじゃないって分かってるんだけど、大体の人は知らないので、今起こってることがすっごい苦しいな。そこの体験をしてる人だって、やっぱりそこから抜け出したいわけですよ。それなりにちゃんと学ぼうとも思ってる。で、そういう人たちが、わーって見えます。で、それを見て、なおさんが、どうしようかな、みたいな感じで思ってます。どうしたらこの人たちがこの思考、苦しみやと思ってる思考から抜けれるのかなって、この人たちに対して自分は何ができるのかなって、本当にちょっとした考え方の差なんやけど、やっぱり自分で気づかないといけないんですけど、気づかないといけないんやけど、その気づきを促す、その人たちに答えをポンと私もわからないから、気づきやすくするっていうお手伝い、そういう助けがこの人たちはいるんじゃないかなって思ってるかな。そうじゃないと、いつかは気づくかもしれへんけども、こういう人たちってしんどいとか、すっごいもがいてるんやけど、自分のこのぐる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 してる思考から抜け出せられないとか、そういった自分だけではちょっと気づくのが難しい人たちやから、この人たちに対して気づくのはこの人たちやけど、気づきを促すっていうことができるんじゃないかなって。そうやってやっていく中に自分の学びがあるんじゃないかなって。っていうのをこのファンファンファンっていうのを見ながら思ってますね。じゃあ、どうしてあげたらいいのかなと思ってね。
なおさんがそのファンファンファンってした中に入っていくんです。一人、すっごく困ってらっしゃると思ってる人の肩をポンポンってするんです。で、その男性がもうすっごい険しい顔してわじゃーんってしてる自分の問題に向かってバーっていうこう考えてたりするんですけど、なんかこう苦しいみたい。解決できへんし、いくら考えても。だから、まずこの人の凝り固まってるからもうしんどいの塊みたいになっちゃってるから、この人をどうしたらいいのかなと思って、とりあえず背中さするんですよね。そうしたら、やっぱ若干そこのさすられてるとこが楽になったりするので、凝り固まったしんどさみたいなのは若干楽になって、もうちょっと前向きな感じでこう考えられる思考になるみたいな感じで、そうなったらいいなと思って背中させてるんですけど、するとね、その人のしんどさが手から入ってくるみたい。その人の中のモヤモヤしたのがね、手からこう吸収したみたいな感じなのかな。うわーってこう手を伝って中に入ってくるんですよ、なおさんに。うわー大変これ。ちょっとそれびっくりしてます、なおさんはね。でも入ってきたんやとね。腕からバーって入ってきて胴体いくでしょ。そうすると、今度頭からパーンって抜けるみたい、それが。実際リアルでもそう、治療はそうなんや。で、宇宙に帰るんですね、あれ。そうですね。そうです。だから自分の体感を通してから大体ガーッと入ってきてポーンって出すっていう感じかな。だから痛みが抜けたとかっていうのは、目にも見えますし、瞬時でわかるっていう感じですね。手から入って、なおさんの真ん中と、頭から出て、宇宙に帰るみたいなのをやってますね。で、そうすると、それをされた人が、それは若干楽になるじゃないですか。しんどさが一回ね、抜けて宇宙に行くわけですから。だから、やっとこの人なんか息ができた感じがするみたい。すごい考えてしまうとね、呼吸がすごく浅くなるし、息止めてるんちゃうかなみたいな感じになってしまうみたいなんですけど、これをすると、はぁーって今息したみたい。息すんの忘れてたみたいな。呼吸が出てきるようになった。先生ってね、なんか呼吸が苦しかったらなんか薬使って呼吸楽にするじゃないですか。そんな感じ。なんか考えすぎてるとか自分の問題にこうとらわれすぎてしまってる人って呼吸が浅くなるから、それをこう背中さすってヒーリングですかね、これは。ヒーリングして、なんか、呼吸ができるようにさせてあげるみたいな感じかな。それをしてますね、今。こうなってしまうと、やっぱり呼吸もままならないわけやから、それはしんどいですよねって楽になりましたからよかったですみたいな感じで話しかけてますね。ここまで凝り固まってしまうと、やっぱり解決できるもんもできひんし、考えられないんですよね。どうしても負のスパイラルみたいに入っちゃってね、そこからちょっとパーンって抜けてね、そうなんだなって気づきに行くには、やっぱりもうちょっと軽くならないといけないし、そっちの思考に行く余裕がないと無理。だから、それを今なおさんお手伝いしてあげてますね。私、それを鍼灸師の時も言ってたんですけど、なんか今後は一歩進んで、軽くするのを一緒にね、やっていくんだけど、勝手に私が一方的にやっちゃうと、その人のね、依存心を生んだりとか、やっぱり、先生がいるから、この状態に戻れるとか、なんかあったら先生に頼めばいいとかってすごくもったいないと思うんですね。今はもう自分の足で歩いて自分でヒーリングができる時代にもなってきてると思うんですよ。ただそのやり方を知らないだけであって、病気じゃなくてもね、痛みで思考がぐるぐる回りすぎちゃって、その思考で自分の呼吸を止めちゃってる人っていっぱいいるのでね、はってこう楽になる瞬間ができたら、全然今までの世界ってなんだ、大したことないんじゃないかって気づけるようにお手伝いができたらいいかなと思うんだけど、私が単にやるんじゃなくて、こういうことがあなたの今胸の苦しさを引き起こしてるんだよっていうのを理解してもらって、じゃあ一緒に手放していこうとか、ちょっと凝り固まりすぎてたら私
運の先生になるのをお手伝いしたいなと思うんですよ。自立してほしいんですね。そう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 。今見てるのは、一旦怒り固まってるやつを楽にして、楽になると自分で考えやすくなるので、この状態に持ってってるっていうのが今見えてますね。楽になりましたって。苦しい人は、一旦呼吸がね、若干楽になると、治ったって思うんですよね。そうですよ。苦しい状態がずっと続いたわけやから、それがね、楽になったら、治ったっていうか、ありがとうみたいな感じですよね。これが自分が求めてたことっていうか、これをしてもらうために来たわけやから。だから、ありがとうって言って去っていきますね。で、違うんやけどなと、ナオさんが思ってるかな。確かに、病院とかやったらそれでいいんかもしれん。傷の痛みの緩和とか苦しさの緩和っていう意味では、同じことやってるわけじゃないですか、これ病院と。西洋の薬は使えへんけど、呼吸もすっごい苦しかったっていうところから、楽に呼吸できるようになったわけですから、本人からしたら、苦しいところだから、ありがとうって感じで帰っていくんですけど、ナオさんが、そうじゃないのにな。って考えてる。本当はその先をしたいんですよね。そうです。ただのこれは応急処置やから。この先に、やっぱりさっき見たみたいにそれになる原因は絶対あるわけやから、その原因は、人から与えられたものとかじゃなくて、なんとか生み出してるものやから、自分がこうなってしまってる思考。例えば、人によったら、すごい被害妄想ある人とかね。なんで自分ばっかしこんな嫌な目に遭うんかな。なんで人ってこんな風に嫌なことばっかし言ってくるのかな。そういうのを全部思考で自分で作っちゃってて、結果それがこうって苦しくなって、結果体に現れるみたいな感じになってるから、本当はそこを正さないと、結局一瞬今楽になっても、この思考変わってないわけですから、また同じような状態にだんだん溜まってきたら、先生って言ってまたここに来て、こんなんで楽になったら同じことしてください。で、楽になりました。また帰ります。凝り固まってる思考はまだ変わってないから、それがまた募ったらまたここに来まして、また楽にしてください。っていうのがエンドレス。鍼灸院やとしたらそのお客さんは途切れないわけですから。お客さんを確保するっていう意味では、お金儲けだけ考えたらね、大きなことですけども、そういうことじゃないですからね。こういう世界にはなってないっていうのは、皆さん分かってるわけですから、こうじゃないのになっていうのが思ってるかな、今。で、今、なるほどなって。これは逆なことをしてるんじゃないかなって。この人たちにとって、痛みをありがとうって言ってくれるのはありがたいし、実際痛みを取ってあげてんねんから楽になってるわけやから、本人的にはいいんですよ。でも、これは依存させてる。これを取ってあげることによって、この人が本質を見ようとしない。だってここに来たらやり直してくれるわけやから。だから、逆に私はこの人たちにとって、本当にいいことしてんのかなって思ってる。だから、ちょっと今罪悪感があります。これをしてることについて。だって自分がやりたいことと真逆なことに結果になってるわけですよ。本当は自分でね、気づいて、学びをしていくっていうのがこの世界の成り立ちやのに、今自分がやってることは依存させてるわけですから。で、そこでもやめましたね。これは自分がやりたい本質と違うから。この世界の仕組みっていうのは、この世界で苦しいこといっぱいある。その中で自分で気づいて自分で上がっていくっていう仕組みになってんのに、自分がやってることはその仕組みにかなってないから流れに沿ってないっていうか。だからこれをやってもしょうがないなと思ってスパッとやめましたね。このやり方ではダメになって、もうね、喉のところのヘリにこうやって肘ついて、どうしたらいいんかなって自分がやりたいこと分かってる。ちゃんと自分で気づいて、自分で学んで、さっきのお友達は何か知りませんけど、そうなんだって思えるようになるっていうお手
手伝いをしたいんだけども、自分が良かれと思ってやったことは反対やったんやなと。窓の辺に肘ついて、手の上に顎乗せてね、どうしたらいいんかな。青空なんですけど、空見てたら、天からのメッセージが降ってけえへんかなみたいな感じにした時の、あれですね。ミカさんですね。なるほど、その通りですね。それと同じ治療科に戻るんじゃ意味がないなっていうところなんですよね。それで多分つながる。こうやってる時に、そこでつながってってなって、ライトワーカー講座につながったみたいですね。ライトワーカー講座を結果受けることになって、今、ライトワーカー講座の講師の人に、こうやってするんですよって言って、ブロック解除教えてもらってるんですけど、なるほどなって、これは直接自分の傷を見に行くわけですよ。ブロック解除っていうのは。それを、イメージで見る方もいらっしゃいますけど、これヒーリングと一緒ですよね。症状が出てて、その原因を見に行くっていう意味ではブロック解除も全く一緒です。そのヒーリングっていうのは、体の症状が出てて、それに対してヒーリングかけてたかもしれへんけども、このブロック解除っていうのは、体までには症状出てないかもしれへんけど、例えば何かが怖いとかね、どうしてもこれができないとか、そういった、身体的な症状じゃないかもしれへんけど、精神的な症状がいっぱい出てるわけですよ。で、それに対して、なんでそういう風になってるんですかっていうのを見に行くのがブロック解除なんです。だから、これは基本的にヒーリングと一緒なんですよ。例えばね、何かが怖いっていう症状が出てきているときに、ブロック見に行くじゃないですか、最初。ブロックのイメージ見せてくださいって言って見に行ったときに、自分は出来事があって、そこにすごい悲しいっていう思いがあの時あったんやなってのが出てくるんです。幼少期の時かもしれへんし、中学校の時かもしれへんし、最近直近に言われた旦那さんの人とかもしれへんし、傷ついたんだなっていうのが漠然と出てきて、原因が分かって、で、解除することによって、自分で治療できるわけです。だから、それを見て、なおさんがびっくりしてますよね。だってこれこそがやりたかったことやし、ヒーリングでやってて、ここまで本当にやってほしかったわけじゃないですか。そう。で、自分で気がつくところ、リアルに神経をしてた時って、心のところまでは踏み込んでなかったから、体を軽くすることで終わっちゃうんですね。そうするとやっぱりループになっちゃうっていうね。でも、本当にやりたかったことは自分で気がついて、そうなんだ。この思考を取れば、この体のどんどん溜まってくるものがなくなって、自分でケアできるんですよってことをお伝えしたかった。それを本当にすごい凝縮してブロック解除できるわけです。それを、習うじゃないですか。ライトワーカー講座の中で1回目ブロック解除って習って、このやり方を学んだ時に、これってなって、なんかこれこそが自分がやりたかったことをキュッて凝縮してるみたいな感じ。まずこれを習いに来ようと思う人は自分で自分の思考を変えないといけないっていうのが分かってるんですよね。そこが大きいと思いますけどね、私は。これこそが手っ取り早い学び方っていうか、近道はないとは思いますけど、早いじゃないですか。自分の症状が出てるっていうのは、やっぱりそこに自分が学ぶべき何かがあるわけ。だからそこをちゃんと、しんどいとか、それ誰かにとってよとか言うんじゃなくて、それはなんでこうなってんのかなって、ここから自分何を学ばないといけないのかな。それをちゃんと自分で見ようって思って見に行って、自分で自分を良くしたいと思わないと向き合えないですよ。なんか知らんけどこの苦しいとこから逃れたいとかね、誰かにとってもらいたい他力本願的なね、考えではできないし、やっぱりその覚悟がないと、自分で自分を治療する、自分で自分を治癒する、これは技術じゃないし、技術ももちろんいりますけどね、そのブロック解除ってやり方を知らないといけないわけですから、そこはいるかもしれへんけど、結局心ですよね。本当に自分は自分で良く
くなりたい。自分でやるしかない。人に取ってもらうんじゃない。確かにこの講座を受けるけど、やるのは自分ですよ。どんだけ周りの人が、先生とかがね、これが必要ですよって言ったって、やっぱり自分で見に行って、自分でちゃんと原因を見つめ直してね、自分でこれを、私はここからもう出ていきたい。ここの段階からはもう卒業したい。から、どうするべきか。自分のこの悲しいと思っているインナーチャレを癒すとか、こういうせいでこの症状が出てたんやねってちゃんと理解するとか、それを目をそらさないでってことですね。症状が出てるっていうのはやっぱり原因は辛いわけですよ。相手がしんどい。だって傷ついたわけやし。苦しかったわけよ。この結果症状が出てるわけやから、やっぱそれを見に行くっていうのはすごいしんどいです。でもやっぱり周りがいくら言ったって本人がやっぱ気づかないといけないし、本人に覚悟がないと無理。だから結局ね、手伝えるのはもう本当に一部なんですよね。私たちができる一部は。気づきを促す。程度の差はあれど、結局ヒーリングの人と一緒ですよね。このブロック解除かって結局一緒。その人がどんだけ本気で自己治療をするっていうことに対して、どんだけ真剣に思ってるかによって、だって自己治療やからね。自分が先生なわけから。その先生が頑張らんと治療できるわけだから。その人がどんだけ自分を治療しようと、その人の中にいる先生が思ってるかですよね。だからその人の力が結局はいるし、それが本当にほぼ全てなんですけど。でも、そういう方法がありますよって、今、ブロック解除を学びながら思ったみたい。これは多分神様が引き合わせてくれたみたい。でも、この一連の流れが、なおさんにとって必要な学びやったってこと。ライトワーカー講座を受けて、ブロック解除っていうやり方を学んで、自分勝手いろんな思いがきっとある人間の一人なわけやから、それを自分も見に行ったらいいんやなと思って、試しに自分でやってみる。その中で、自分は仕事優先にしない。まず自分、その次家族、その愛が溢れて周りに行くっていう、この順番っていうのがあるんだな。前世ではそれができなかったから、今世ではそれをちゃんとしないといけないんだな。そのブロック解除は一通り自分の中で終わったみたいです。すごい長い夢見てたみたいな。でも、心はすっきりしてる感じ。自分の体験をもう一回味わってきちんと理解してきちんと落とし込む。そして学ぶ。こういう意味があったんだなって。全部意味があった。どんなちっちゃいことも、もちろん大きいことも、全部何かをこう自分に教えてくれるために起こってるっていうのが今全部体験して、これをやっぱりみんなにもここまでやりたい。ここまでお付き合いするのがやりたい。これこそ全体が上がったなみたいな。なるほど、なんて素晴らしい講座なんやろ。なるほど、なるほどって思ってて、今チャネリング習ってますね。多分チャネリングもやってはったと思うんですけど、それを講座として受けると、こうやねんなみたいな。だからチャネリング普通にやってます。この人がなんでしんどいかとか、その人の感情がそのまま伝わってくるみたいな感じ。そうですね。今もそれをやってるし、治療家の時もそれをやってたし、それで人が喋ってるとか見ても、この体のここに塊があって、このブロックはまだこの人が気づいてないけど、ここに溜まってるとか、ここに感情の塊があって、だからこういう症状が出てるとか、っていうの見えるんですよ。だからやっぱり自分がしてたのはチャネリングやったっていうのを改めて分かったみたい。それを説明すると、ああいう文章になんねんな。ああいう手順になんねんな。で、あれも、手順さえあれば、まあ誰でもできるわけですよ。だってみんな魂の存在やし。別に、チャネリング私できますって言ってる人だけが特別なわけじゃないじゃないですか。なおさんが今までやってたように、みんな何かしらやってるわけですよ。そこまで敏感な人ばっかしじゃないかもしれへんけど、何かしらメッセージを受け取ってるし、魂の存在人から感じるものとかいっぱいある。それをただ無意識にやってるだけだ。だからみんなやってる。本当にそうですね。でもそれに対して、それを使えた方がやっぱり楽ですよね。自分はそれでちゃんと自覚して、
自分だってメッセージもらってるし、自分だって気づきに行けるし、自分で自分を治癒するっていうのができるんですよね、本当は。そうですよね。自分がちゃんと魂の存在やっていうのが分かって、しかもこの世界の仕組みっていうのが分かって、苦しいことは何もないってことですね。全部学びっていうのが分かって、自分で自分を治癒するっていうやり方が、これが誰でも本当はできてる。この講座を受けてはっきり分かる。はっきり自覚できるっていうやり方が、いろんな学べば、一人一人が自立できれば、みんなハッピーじゃないですか。助ける必要もなく、みんなが結果ハッピーになって、みんなが食卓みたいに笑い合える。笑顔がいっぱい溢れて、その溢れた笑顔で横の人も楽しくなれる。みんな自分でそういう力本来持ってるし、そのやり方今見つかったし、それをみんなでやったらいいやんって思ってます。今、なおさんのその世界がね、すごくこう虹色になってるんです。虹色になってて、私がやりたかった道筋みたいなのがなかったみたいな。喜びに溢れてるっていうか、喜びの世界に行く道筋が見えたみたいな。今ちょうどその段階。なるほどなと。私がみんなが笑い合える。みんなが自分の食卓みたいに笑顔で溢れる。自分が笑ってその笑顔が伝染していって、こんなすごい世界があるんやって。やっぱ悲しみって伝染する。憎しみって伝染する。だから、戦争があるところにはもうずんどん悲しみが積もっていくし、悲しいと思ってる人にはどんどん悲しいことが起こるんですよ。そういう仕組みになってるから。でも今、なおさんは、この悲しいとか苦しいとか人を憎しむとか、そういったものを蓄積する世界ではなくって、笑顔が伝染していく世界を作るやり方、希望の光みたいな感じが今ここにあるっていうのにものすっごい嬉しいと思ってるし、それはなおさんがいろんなことを経験していろんなことを考えたからですよね。そうか、私はこれをやりたかった。今はその世界になってないかもしれへん。だって気づいてない人いっぱいいるから。でもいつかそうやってみんながこのことに気がついて、自分が喜びにあふれてそれを分けてあげれる。そしてこの地球全体が喜びにあふれる世界が絶対できるはず。不可能じゃないはず。そうなっていけばいいわ。うわーって喜び。もうウキウキしてて、周りの人に言うんですよね。喜びにあふれて喋ってます。でもなんか聞いてたらポッカンとしてるんですけど。みんな分かれへんから。いろいろ経験してきて、やっとここに流れてきたわけやから、途中段階の人に、この結論を言ったところで、やっぱ分からないわけですよ。そうね、言葉で伝わらないんですよ。体感を使ってやりたい。それをね、自分の体を使ってやりたいっていうのが思いがあるんですよね。なるほど。伝わらんのか。まあ、そらそうやなと。ちょっと喋ったぐらいで伝わってるんやったら、今頃、もう喜びの世界になってますよ。うん、その通り。じゃあ、これを伝えるためには、どうやったらこの人たちに分かってもらえるのかなって考えます。で、結局初心に戻るっていうか、やっぱりこの苦しみをね、一個一個地道に光に変えやんとダメなんですよ。今の人がしんどいと思っていることに意味があるんだよ。それは教えてくれてるだけなんだよ。それを学ぶ、その連続がこの今世の生きるということの意味なんだよっていうのを根気よくお手伝いするしかないんやな。それしかない人が一歩行く大切さ、この地道な一歩、たくさんの積み重ねの結果、虹色の笑いのあふれた幸せしかない世界に行ける。で、今それをじゃあ実際どうすんねん。それは気づいた人から上げていく。やっぱり人って段階があるから、自分の苦しみとか課題をね、そういうのがあったら考えますよ。なんでこれが起こってんのかなって。まあ最
最初はこれさえなければと思うけども、あまりにも苦しいと、その人がってメッセージもらってるわけやから、なんでこれが起こってんのかなって、こんな同じようなことがなんで自分の人生に起こるのかなとか、もしかしてこれは自分が強くならないといけないのかなとかね、同じところをぐる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 回ってると、自分でもやっぱり気づいてくるんですよ。そういう人にしか話通用せえへん。やっぱり自分で気づき始めた。だって自分で歩かなあかんねんから。ちゃんと自分で見つめないと、ここから卒業できないんだなって。でそれをするには、どういう方法があるのかなって思ってる人に、やっと、なおさんが手が届くって感じですね。自分で自分の現実を変えていけるんだ。自分で自分の体を変えていけるんだって人がサポートする人。そうです、そうです。そこの段階に来ないと無理ってことです。ですよね。そう、その通りですね。今、スピリチュアルっていうのは人間の本質っていうか、目に見えない世界と目に見える世界っていうのは、両方一緒で分離がないんだっていうふうに気づいてる人っていうのは、まだ人口の全体で見ると少ないかなっていう感じがして、そうやって一歩お手伝いするっていうのを、スピリチュアルを関心ある関心ないにかかわらず広めていくというか、そのお手伝いができるかってことですよね。そうです。ここまで来ると、なおさんだけのお仕事じゃなくなる。これはもう、この世界全体の仕事やから、なおさんってわかると思うんですけど、上がっていくっていうのが、この世界の目的じゃないですか。そうですね。七色の世界に笑いが伝染するような喜びしかない世界に行くっていうのは、なおさんだけの願いではなくって、ファンネスとか神様のご意志なわけですよ。こっからは共同作業みたいな感じ。向こうの方となおさんが共同でやっていくみたいな感じです。でも実際にこの3次元に体があるのはなおさんなので、なおさんが、人のとこでやってるように見えますけど、そうじゃない。なおさんは人間なのでね、この人がどういうレベルにいるかとか、どういった問題があるかとか、わからないわけですよ。こうやってのは向こうの方だけやから出てきてくれた方ですよね。それは上に任せてご縁でつながる。見ることによってなおさんも学びがある。七色の世界に行くっていう過程でいろんな学びがある。そういう生き方をするためになおさんここに生まれてきてるから、両方に学びがあるから、どっちかがどっちかに一方的に教えるとかじゃない。お互いに教え合ってる。この人を自分が対応する担当になったっていう理由がきっとあるから、なおさんももっと良くなる。この人ももちろん良くなる。そして結果、七色の虹に一歩でも近づくっていうのが、今世での生き方みたいな感じですね。自分が光であることを弱めてしまうと、今地球ってもう光をもっと増やしてほしいっていう段階になってるので、そこで停滞しまうのもったいないから、使えるものは使えと。で私は筒なので、ただのね、天と地をつなぐ筒なので、必要だったら道具として使ってくださいっていう感じ。ただその時に絶対的に私が求めるのは自立。その人が自立して治りたいと思ってるかどうか、私に依存するんだったら私はその人の道具にはなります。そういう感覚はあります。自立した相手同士としてね、本当にこの地球に光を増やしたいんだ、下ろしたいんだっていう自立した同じ目的を持っている仲間として関わりたい。ただ私はそういうヒーラーとしての気質があるので、それを使って手伝いの参加をしたいっていうだけかな。これ多分、抽象的な説明やと思うんですけど、人が寝てるんです、朝時代にね。でその人うつ伏せになってるんですよ。なおさんが、その人のね、足を持ってね、足をね、反対側に上げてますね。可動域が広がるようにみたいな感じ。本来、足ってここまで曲がりますよ。そこまで上げないと全体的にバランスよく筋肉使えないですよとかね。その人の癖。それが全然その人にとっては普通やねんけど、でもそのやり方をしてることによってバラン
痛になるとか。足っていうのはここまでわかります。知らなかったでしょって。あなたの力は本当はもっとここまであるんです。なんとなしみんな生きてるもんやから、そこまでできるっていうのがわからないんですよね。そうなんです。なおさんは人の可能性とか、それはね、体もそうやし、心もそうやし、魂もそうやけども、もっと人って、もっと自由であっていいし、みんな繋がってるわけやから、みんなできるんですよ。すごい力バンバン持ってる。それを、この人は自分で自覚してないし、使い方も分かれへんし、そもそもそれができるってその人分かれへんし、それだけ。それを教えてあげてる。見てくださいって言って。そう、しかもそんな感じかもすごいわかるんですよ。ここまですると見てください。生きるのめっちゃ楽になるでしょって。可動域が広がるもんやから、もっと楽に体が動くようになるし、体が楽に動くようになったら、やっぱり気持ち感って上がってくるし、自分がもっとできるんやとか、もっと自分って可能性あるんや、みたいな感じで、その人のポテンシャルをもっと広げてあげる、みたいなお手伝いをしてるみたいな感じかな。それを体でもやってるし、心でもやってる。その人の可能性を教えてあげる。本人の気づいていない能力とか、もっとできるっていうことを体使って示してあげるみたいな感じかな。そうするとその人のエネルギーがもっと回るじゃん。もっと生きやすくなるし。で、その本人がめっちゃ喜ぶんですよ。知らんかったって。体ってもっと決めたものを持ってるし、心と体ってつながってるし、でこの体を本来のあるべき能力とか、できることをちゃんと体にやらせてあげたら、もっと楽に生きれる。この一環で、じゃあなんでこんな歩幅ちっちゃく歩いてたのかな。その理由が何なのかな。で、その結果、いろんなところに症状が出てるように、全部理由があるんですよって。なんとなく癖でそうやってなってるって思ってて、その結果体にこんだけ不調をきたしてます。っていうので皆さんここに来られるんですけど、でもそういう癖を作った原因ってあるんです。だってあなたはこういう癖があるけどこっちの人には癖はないでしょって。この人はこの人で例えば肩が凝ってますとかあるんですよ。でもその肩が凝ってる理由もこの人あるんです。人ってやっぱり抱えてる本音が違うし、気づかないといけない課題ってそれぞれ違うから、それと同じで症状も違うし、それに対する治療法もやっぱり千差万別なんです。課題とか、学ぶべきこととか、学んでる段階とか、ステージの違いとかね、もう同じだなわけですから、一人一人にちゃんとどうなってる理由っていうのをご説明していかんとあかん。その人の気づかなかった自分のポテンシャル、それから自分の体がこうなってしまっている理由があるんだっていうこと。体の癖じゃない。要因まで見ていかないと意味がない。理由はやっぱそこを自分で治療していかないとずっと変えることになりますよって。でもそれって不便じゃないですかって。やっぱり私ってずっとここにいるわけじゃないし、いつ何時自分は違うことしようと思ってね、違うことするかもしれないですよ。そうなったらこの人、難民になるわけですよ。そうなったら困るでしょって。だから私の願いとしては、あなたが、私も、他の先生も誰もいないけど、自分で原因を突き止めて、それを治療できる人になってほしい。今はこの症状出てるかもしれへんけど、人生っていろんなこと起こるからね。これからもしかしたら立ち直れないぐらい、すっごい大変なことが起こるかもしれないでしょ。それが起こった時に、起こった出来事が大きければ大きいほど絶対症状がでかくなる。そうなった時に、困ったってなるんじゃなくて、あの時、今よりは症状軽かったかもしれへんけども、自分で原因突き止めて、で自分で治療できるっていうやり方をあの先生に教えてもらったよなっていう。だから、今この大きなことが起こってしまって、今先生は頼られへんかもしれへん。
けど、ノウハウを今自分を知ってるわけやから、ああやってやればいいんやなって先生が自分に教えたかったことっていうのは、これなんやなって。その時に初めて思って時なんて、この人にもう一回聞けばいいわとかね。やっぱりちょっと思っちゃいますよ。人間やったらね。でも、いざそうやってなった時にね、やっぱ思い出すんですよ、その先生の言葉を。自分で治療できる人になってもらいたい。ちゃんと自分には自分が思った以上のポテンシャルがあり、体とか心のね。で、自分でちゃんと自分の体とか心を治癒する能力がちゃんと自分にもあるんだっていうことを、あの先生はあの時に教えようとしてくれてたんやな。今こそあの時の先生の気持ちとか考えとか思いがはっきりとわかる。だからその時にやっぱり先生がそばについてない、伴走してないわけですが、その時に。だからすごいちょっと不安になるかもしれへんけど、やっぱりその先生の思いはちゃんとここに入ってるわけ、胸に入ってるわけやから、あの時のこと思い出して、こうやってやってみよう。あ、今ちょっと楽になったとかね、全部に原因がある。分かってるからそうやってすればいいんだなっていうのを本当の意味で自立できる、自分で自分を治療できる。そうなるとこの人はこれが素晴らしいと分かるわけじゃないですか。でその素晴らしさが分かった人に教えたくなります。だって自分が助かったわけだから、本当の意味でここで理解してるわけです。なおさんと一緒ですよね。だからその時に初めてこの素晴らしいやり方をみんながやればあの素晴らしい世界に生きるっていうのがここでやっと分かるみたいな。その時に初めてこういったやり方があるよっていうのを話し始めるみたいな。そうやってこう広がっていくんですね。自立していくっていう人がこうやって増えていく。そんな感じです。はい、なおさんの魅力があふれたチャネリングになりました。笑顔が伝染していく世界、ほんま素晴らしいな。自立した相手同士として同じ目的を持っている仲間として関わりたい。本当に地球に光を増やしたいんだというなおさんの言葉に、にゃんこはピリピリってしびれたわ。かっこいい。ヒーリングの本当の目的とはというのが今回のチャネリングのテーマやったなって思ったんやけど、にゃんこの愛読書シルバーバーチの霊君にこのことについて書いてあったのでご紹介します。ヒーリングによって奇跡的に病気が治る。それはそれなりに素晴らしいことですが、その体験によってその人が霊的真理に目覚めるところまでいかなかったら、そのヒーリングは失敗に終わったことになります。魂のこと線に触れた時こそ本当に成功したと言えるのです。なぜならその体験によって魂の奥にある大霊の火花が放電し、輝きと威力とを増すことになるからです。ヒーリングの背後には必ずそうした目的があるのです。あなた方はそうして大霊の計画の一部を担ってこの世に生まれてきているのです。すなわちこの世にありながら自分で自分が何者であるかを知らず、何のために生まれてきたかが悟れず、したがって死ぬまで何をなすべきかわからぬまま右往左往する大霊の子らに霊的真理と永遠の実在を教えるために人を癒すという力が与えられて生まれてきたのです。これほど大切な仕事はありません。その注力でたった一人の人でも魂を目覚めさせてあげることができれば、それだけでもこの世に生まれてきたことが無駄ではなかったことになります。たった一人でいいのです。それだけでこの世における存在価値があったと言えるのです。痛みや苦しみを取り除いてあげることがヒーリングの目的ではありません。あくまでも手段なのです。つまり居眠りをしている魂を目覚めさせ、真の自分を見出せるための手段に過ぎないのです。病気で苦しみ続けてきた人があなた方による治療で奇跡的に治り、
その体験によって霊的真理に目覚めて地上生活の意義を悟れば、あなた方は遠大な地球洗浄計画における責務を果たしたことになり、そうなってこそ私たち霊界の者が援助した甲斐があったことになる